ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速、トレードポイントを見ていきましょう。はい。トレードポイントは、ここの枠の中の、ここからここまでですね。で、ここの青いライン、これっていうのは、史上最高値ですね。のラインですね。それを、ブレイクした。で、そこを取っていったっていうことですね。はい。でも週足、月足から見ると、月足は完全にもうバンドウォークですね。プラス2シグマ沿いに、伸びているので、もう完全に強い状況ですね。で、その環境の中で週足は、2週間前に、このバンドが閉じてたところが、開き始めて、エクスパンションですね。流れが出始めたというところになります。はい。その環境の中で史上最高値を、突破したということになりますね。はい。で、正直、ここのトレードポイントってすごくやりづらかったんですよ。で、その理由として、一つは、ファンダメンタルの材料がなかった。大きな重要なそのファンダメンタルの材料がなかったっていうことと、あとですね、テクニカル的に、これ、ダウを作らずに一気に上げてきてしまったんですね。で、やりやすい相場、テクニカル的にやりやすい相場っていうのは、例えば、これ、こんな感じで、こうやって下がってきてるんですけど、ここからこうやって一気に上がっていっちゃったんですね。で、やりやすいのは、4時間足一旦ここでこんな感じで、ダウを作ってからさあ行くぞっていうことでブレイクしていく。で、ここの一旦この戻しですか。っていうのがあると非常にやりやすかったんですけど、こういう環境ですね。一旦こうやってきて、で、ここで一旦戻しが入って、さあ行くぞみたいな。これですよね。で、こっちもそうですよね。これちょっとコマ足なんですけど、イメージ的なこれですね。こっから、こう、さあ行くぞっていう感じで、こうですね。この DAO の初動、N 字が発生するっていうのがあれば、すごくやりやすかった。ただ、今回に関しては、それがなくて下からこうやって上がっていってしまったんですね。ただ、これも史上最高値なんで、ここ抜けちゃうと史上最高値ですよね。でもそのままもう左側に、こう抜けちゃうと左側に抵抗がないんですよ。なので、抜けちゃえばそのまま結局行っちゃうようなところになるわけですね。なので、史上最高値みたいなところっていうのは、ここの戻しがなくても、このさあ行くぞのこの N 字ですか。なくても、基本的には左に抵抗がないので、そのまま行ってしまう。っていうことになります。で、本来ならば、ここからすぐエントリーですよね。ここからエントリーですよね。15分足はこの溜まりがあるんで、この戻しですね。あるので、こうやっていくんですけど、それだと4時間足が、その戻しがないところで1時間足の戻しがなくて、で、15分足だけ戻しがある。ってなるとちょっと時間軸を飛ばし、2つも飛ばしちゃってますよね。なので、ここからはちょっと入れなかったんですね。で、結局、ここまで行って、ここまで行って、1時間足を、この確定を見て、ここの確定ですね。確定を見てから戻したところで、ここから入ってきました。で、エグジットポイントはここです。でですね、このエグジットポイントをここに決めた理由っていうのが、まずはですね、左側に史上最高値なんで、データがない、抵抗がないので、この場合は、フィボナッチを使いましたね。フィボナッチって私あんまり使わなくて、めったに使わないんですけど、その理由としてほとんど当てにならないからですね。でもですね、今回はフィボナッチは一つ使いました。で、ここのエントリーポイントっていうのは、123.6ですね。で、エクジットポイントが161.8ですね。はい。のポイントです。
で、このフィボナッチだけだと、今言ったみたいに当てにならないので、あまり当てにならないので、もう一つ、しっかりした分析を入れました。で、その分析っていうのが、私がよく使う領域分析なんですね。で、こんな感じです。まずはフィボナッチを使う前に、自分の分析を入れるわけですよ。で、ここからここまでが一つで、で、この同じ大きさの枠がだいたいここら辺なんですね。で、次の、同じ枠ですね。がだいたいここら辺で、で、次の同じぐらいの枠がだいたいここら辺。ここら辺だったんですよ。だいたい同じ枠ですよね。で、こうやって4段に分かれるようなところが見えたので、で、あと、そこで、戻してここにこうやって上がってきたとき、ですね。これがこうやって上がってきたときに、まず止められるとか、ここだと思ったんですね。で、そこを見てたと。その前にフィボナッチやってたので、これが下に行くんであれば、ここか、もしくはここって考えていて、ここのポイントがちょうどフィボナッチのラインと重なったので、今回のフィボナッチは結構当てになるかなと思って、この領域分析をして、フィボナッチとちょっと重なったんで、今回はこの費用はそれなりに当てはまるんじゃないかっていうことで、逆算して、ここに来たときに、ここでまず止められるか見る。で、止められなかったら、こっちじゃなくて、ここなのかなって、思って、ここから、こんな感じで入っていったっていうことになります。はい。どっちにしろ、ここの戻しのところっていうところっていうのは、1分足から見ると、マイナス2シグマでダブル、ボトムか、トリプルボトムを作るようなところになるわけですね。なので、そこを、基本的には見てからエントリーしたっていうような、イメージになります。1分足で、少なくとも2回ぐらいちょっと、下を止められてから、上に行くなっていうところを確認して、エントリーしたっていうようなイメージになります。はい。で、現時点では、ですね、さらにこうやって下がってきてしまってるんですけど、週足自体がまだ全然上になっているので、今週はおそらく、今夜のFOMC とかありますけど、それをちょっと見て、それを通過した後に、こうやって上がっていくんじゃないかなと思ってます。はい。なので、現時点では目線は上ですね。ただ現実問題、FOMC とか通過するときに、どうなるかちょっとわからないので、目線は上ですけど、結果次第で、目線が、一時的に変わるかもしれないですね。もしかしたら、ですね、その結果を受けて、例えば、週足1本陰線が入ってから、陽線が、次の週ですか、陽線がもしかしたら、こうやっていくかもしれないですね。こんな感じで。この陰線が1本入ったとしても、月足では結局は、これですからね。実体で上がっていくみたいなイメージでしかないので、陰線が1本入ったとしても、もしくは2本入ったとしても、上に行く可能性は非常に高いということになります。はい。なので、今日の夜中の結果を見てから、いろいろシナリオを考えていきたいと思います。はい。今日は以上になります。